かすみみたまの現世現談チャンネル。このチャンネルは現世で起きた怪談奇談を紹介し、今後の幽霊活動の参考にしていただくとともに、現世の方から怪談奇談を収集する目的で活動しております。なお、現世の方が視聴されたことによる心身への影響は対応しかねますので、何卒ご了承ください。ドッペルゲンガーというお話。ドッペルゲンガーというものをご存知ですか？ドッペルゲンガーとは自分そっくりの怪異で、この怪異と出会ってしまうと死んでしまったり、本物の自分と入れ替わってしまう、なんて話もあるそうです。当時の僕は中学3年生で、部活も引退し、高校受験に向けて塾へ通い、毎日勉学に励んでいました。そんなたわいもない毎日を過ごしていたある日、友達から、お前、昨日の夕方6時くらいに〇〇のコンビニ行ってたやろ。と言われました。当然、その時間は塾に行っている時間です。そのことを友人に伝えました。友人はいまいち納得していない様子でしたが、その日は何とか諦めてもらいました。この時はまだ不思議なことがあるもんだとあまり気にしていませんでしたが、1週間くらい経った時、一緒の塾へ通う親友の家に遊びに行った時です。今度はその親友のおじいちゃんから、この前はこんな年寄りの話に付き合ってくれてありがとうやで、と言われました。当然身に覚えがありません。おじいちゃん曰く散歩をしているところに偶然、僕が通りかかり、少しの間雑談をしたらしいのです。その当時から怪談や都市伝説が好きだった僕は、これがドッペルゲンガーではないかと思い、何とも言えない気味の悪さを感じたのを今でも覚えています。そしてさらに1週間後、塾を終え夜の7時頃帰宅すると母親が、今日は一回家に帰ってきた？と聞いてきました。その日は学校終わりに直接塾へ向かったため、一度も帰っていないと伝えると、不思議そうな顔をして、おかしいなぁ。犬の散歩してる時に自転車であんたが帰るのが見えたから急いで戻ってきたんやけど、家に着いたらすでにいてなかったし、すぐに出て行ったんかなぁ思ってたわ。と言われ、母親と2人で首をかしげました。その日から、僕がだんだんと近寄ってきている。その事実に恐怖心を覚え、眠れない夜を過ごしました。その次の日、寝不足のまま塾へ向かい、いつものように挨拶をして教室へ向かおうとすると、先生から、あれ、今さっき2階上がったのに、いつの間に降りてきたん？と、かなり驚いた様子で尋ねられました。その後も何かを尋ねられていたとは思いますが、それ以上に、僕が2階にいるかもしれない。その事実にそれどころではありませんでした。恐る恐る2階へ向かい、教室の前で嫌な汗をかきながら、教室の中を確認していると、後ろから、何してんの？と、親友に声をかけられました。声も出ないくらい驚いた僕に、変なやつやな、さっき行くで。と、親友は倒れ込む僕を尻目に教室へ入っていきました。僕も慌てて入っていくと、そこには親友以外誰もいませんでした。
その日以降、僕が目撃されることはありませんでした。これが今まで生きてきた中で私が体験した唯一の出来事です。後日談ですが、この日以降私の成績は伸び続け、無事に志望校へ受かることができました。塾の先生から、おめでとう。初めの頃と比べてまるで別人みたいやな。と褒められたのは、いい思い出です。